もう化け物ですね。もうここまでいくとただのお薬です。食べるお薬で、これも唐辛子なのに糖度 15.6 あるんですいちごとかスイカより甘いっていう、パイナップルより甘い唐辛子っていう、ちょっとわけのわかんないで、この方が2部門で優勝されたんですけど、農業を始めて半年ですね、この方これうんこしっこですよ。順にピーマンがね、ゲームガンガンになるんだ。で、これ豚ちゃんが食べる色全然臭くないほらうんち強運、まだ濡れてる強運なんですこれ匂ってもらう。全然匂わない。本当だやべえだからいろんな用途がたくさんあるんで、この水槽でいうとですね、これ60リッターの水槽なんですけど、2015年の5月22日から水替えしてないんで、この60リッターの水槽に使うバクチャーの量ってもうこれぐらいなんですよ。 1.8 グラムなんで5年間水替えせずに、それぐらいの量は1回入れただけってこ1回入れたらそうで、みんなこれ何回ぐらい入れるんですかって言うけど、バクチャーをお水に対して10万分の3、1回入れて、でこのバクチャーがきれいにするんじゃないんですよ。このバクチャーはそこの微生物ちゃんたちをバーンと呼び起こす起爆剤なんです。きっかけなんですね。この子が出てきた微生物ちゃんたちが汚れを全部分解していくんです。だからその出てきた微生物ちゃんを殺すようなことをしなければずっと続くんですよ。と何度も結果だから5年前の水に1回入れたっきり。そうで、これってね、ここで地球を作り出してるんですよ。ちっちゃい地球を。地球自体がもう本当は永遠にこうきれいになる仕組みなんですよ。循環してるね。そう循環してて、地球をきれいにする、きれいにしてくれてるのは全部微生物じゃん。でその微生物ちゃんがきれいにしてくれてるのに、その微生物ちゃんを殺すようなことを人間は農薬、化学肥料、もう科学的な汚染物質流したりして微生物ちゃんを殺しちゃってるのが今なんですよね。その元気がなくなっちゃった微生物ちゃんたちをこのバクチャーがドーンと元気に戻すっていう、その仕組みさえ人間が守れば地球はもう太古のお水のようにずっと生きたお水が循環されるんです。バクチャーに必要なのはバクチャー入れて水の動き、ここに地球と同じ仕組みを作っているんで、地球は必ず山から川へ、川から海へ、海からまた山へっていって必ずお水が循環してる。だからここも人工的に作ってるんで、ポンプでお水をぐるぐる動かしてあげて、で動かさないと微生物ちゃんって出てきて住み着いて僕らのイメージは動き回ってバク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 食べてくれるイメージがあると思うんですけど、結構動かないんですよ。こうやって住み着いたらこうやってで、だからフードミートができるんですよね。新潟には新潟、沖縄には沖縄、あれ動き回ったらフードなくなる。だからその場でこうやってるんですけど、で水が動くと餌がどんどん自分の目の前に来るんでパク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 食べてくれる。で食べて何になるかってミネラルを出してくれるんですけど、普通これフィルターあるんですけど、これって汚れこし取るものなんですけど、普通はバクチャーの場合はこれ洗わない。普通はこし取るものだから、2週間に1回ぐらいみんなゴシゴシゴシで洗ってるんですけどね、汚れを。バクチャーの場合ここに微生物ちゃんが住み着いてくれてるんで、この子たちが食べてくれてるんですよ。ガンガンこっちで出る汚れを食べて何を出すってミネラルをたくさん出してくれるんですけど、だからこの仕組みさえ作ったら、あとはここに微生物ちゃんを殺すようなことをしないこと。例えば塩酸とかバーンって入れちゃうと一発で死んじゃうんで、バランス崩れて汚れちゃうんですけど、でそれをしないこと。あとはここも微生物ちゃんの分解能力が100として、そこに300も400も餌を例えばバサーってここに分解能力を超えてあげるとバランスが崩れたりしますけど、そこだけ守ればもう5年でも10年でもうちのお風呂が8年に1回してないし、お父さんのお風呂実家のところは12年に2回しなくてももう綺麗な状態なんですけど、しかもこの水がどういうものになるかって、微生物ちゃんが分解してくれて
ミネラルをたくさん出してくれるんですよ、汚れを分解して。そのミネラルがこのお水にたくさん入ってるんですよ。だからこれ調べるとあらゆる微量元素がめちゃくちゃ入ってるんですけど、そういうミネラルがたくさんの水になるとどうなるかって言ったら、もうこの水腐らなくなるんですよ。で普通水道水に死んだ金魚こうやって入れるとこういうふうに腐っちゃうんですけど、これ3年ぐらいですけど入れて、まあもうぐちゃぐちゃに腐っちゃってるんですけど、このミネラルが豊富なこのバクチャーのお水に死んだ金魚これ入れてるんですけど、もう全く透明なままで全部分解されちゃってるんですよ、金魚は。2匹入れてたんですよ、これ死んだ金魚。しかも死んだ金魚入れたのが、これ父が入れたんです1997年に入れてるんで、23年前に死んだ金魚2匹入れてるんですよ。で全く透明なまま。地球も人間も同じ仕組みなんで面白いんですけど、うんちとかおなら臭い人、お腹の中がこれになってるんですよでうんちおなら臭くない人、お腹の中がこっちです。バランスが整う。ここもお腹も一緒の話なんで、微生物のバランスが整うとこういうことになる。こっちになるとお腹の中で腐ってるんで、アンモニアとか硫化水素とかそういう悪い物質を自分のお腹の中に入れてるから、それが血液巡って全身に巡る。でこっちだとそういう素敵なミネラルとかを出してくれるから、ナチュラルキラー酵素とかあんなものが駆け巡るんですよ、自分の体っていう、そういう水になっちゃうんですよ。でこれ自体がバクチャーと同じ効果をもう持つんですよ、このお水自体が。これなんですよ。これを土とかこうやって今僕がこうやって手に入れると、ここの微生物たちが全部活性化するんですよ。こうやってはは、そっか、バクチャーと一緒。バクチャーと一緒なんで、これが。ってことはお風呂がそうってこと？そう、お風呂がそういうことです。しかもお風呂はこう蒸気が上がるじゃないですか、あったかい。その蒸気も吸い込むとかで、これ水素だから水替えできるんですけどね、例えば汚れちゃう。地球は水替えできない。でも地球自体がこういう全部生きた水になると全部活性化するんですよ。だからもうどんどん精度されていく。でその地球の川のお水を昔は飲んでたはずなんですよ。太古の水はきれいな。それを飲むと微生物が活性化してさらに良くなるし、出てくるうんちはこういう状態だからほとんど分解されて出てくる。だから臭くないんです。で臭くないし、ほとんど分解されて出てきてるから土に落ちると土の微生物が速攻で分解してくれるんです。で分解して何になるってミネラル。そのミネラルをまたお野菜とか果物が吸い上げる。そしてそのもうすごい抗酸化力の高いものを人間がまた取り込むっていう、もうどんどん精度される。いろいろ使えるんですよ、本当に。微生物ちゃんばっかりなんで、この地球は。でこれ池に使った例ですけど、神戸の須磨寺公園のところ、ここね水も汚いですし青子もいっぱいこうあるんですけど、何かって臭いです。池が臭いっていうところだったんですけど、バクチャー撒いて匂いはすぐ消えるんですよ。後で体感してもらいます。でこれね、青子も全部消えて、そこまで見えるようになってるんですけどね。でこれ農業用のため池です。よく夏になると抹茶ラテになってる農業用のため池なんですけど、これビフォーアフターで1ヶ月後ですけどスコーンと見えるようになってるし、階段も123段目までしかこう見えてないのが123456785、そこまで見えるんですけど、これね撒いたの2002年なんですよ。これ写真撮ったの2017年なんで15年間この状態が続いてるんですね。で2020年も僕写真撮りに行ってるんで、こういう状態なんで18年間ずっとこの状態で、こういうお水で作られたお米がどういうものができるのかなっていう面白いですよ。でこれは面白い。これなんですよ。これなんですよ。川が浮いてる。これ島根県のね雲州平田川というところなんですけど、これ上流です。川。これ川なんですね。こういうここが上流、中流、下流なんですね。でここで下流だけバクチャー撒いたんですよ。で何が起こったかっていう、普通上流が一番きれいじゃないですか。で中流がその次にきれいで、下流は一番汚いんですけど、汚い状態だったんですけど、そこまで見えるようになって、でこれ上流の硫化物のグラスですけど82、87度で、下流が一番きれいになっちゃってるっていう。下流だけバクチャー撒いてるね。でこれ、そこに溜まってる泥の量なんですけど、
5ヶ月の水位ですけど、これね上流なんですけど、まあ、何もしてないんでこう横ばいで変わらず、中流も横ばいで変わらずなんですけど、この下流だけここからどんどん減っていって49.1 までなるんですね。で 49.1 ってこの上流よりもう泥がなくなっちゃってるっていう、下流が一番きれいになってるっていう面白い状態なんですけどね。これうちがアドバイスしたのは、もちろんこれ全域に巻けば全域で一気にこういうことが起こるんですけど、上流だけは巻いてもいいんですよ。そしたら中流も下流も一緒にこう下がっていく、緩やかにですけどね。それがさっき言った上流でバクチャー巻くと、そこの微生物ちゃんたちが出てきてくれて、そこに住み着いて、で流れてくる汚れをバクバクためてミネラルに変えていってくれるんですよ。そのミネラル豊富なお水は中流の微生物ちゃんたちを呼び起こすんですよ。で呼び起こしたらそこに、微生物ちゃんたちが出てきて中流に住み着く。そしたら、中流でもバクバク食べてミネラルをたくさん出してくれて、そのお水は下流をきれいにするんですね。だから面白いことが起こるんですけど、もうこれ下流しか巻いてないんで、ここしかきれいになってない。でここの先に大きい川がこうつながってるんですけどね、こっちがきれいになってるんですよっていうことが起こる。面白いです。川なんてバクチャーが流れるから難しいんじゃないのって言われるんですけど、バクチャーって比重が重いんで、水に巻くと沈むんですよ。で沈んでそこに1週間ぐらいあれば OK なんですよ。だからここの川でもバクチャー巻くと沈んで1週間ぐらいあったらバクチャーとそこの微生物ちゃんが接触してうわっと出てきてくれて、出てきた微生物ちゃんたちがきれいにしてくれるんで、微生物ちゃんたちがもう出てきてくれたらバクチャーは流れてもいいんですよ。流れたらでもうそっちでボンボン起こすし、でこっちで微生物ちゃんが蘇ってミネラル作ってくれて、中流も下流もきれいになっていくっていう、こう正のサイクルが一気に始まる。これ土でも一緒なんですよ。で土きれいにすると雨は土を通っていくんで、そしたらそこで呼び起こすんですよ、微生物を。うちのお父さんが言ってるんですけど、バクチャーがなくなればいいって言うんですね。うちのお父さん作ったんです。それどういうことかっていうと、地球の仕組みなんですよ。このバクチャーの仕組みってバックトゥザネイチャーなんで、自然に戻ろう。だから自然に戻ったらそういう仕組みなんだよっていうもともとね。だからきれいになってバランスが整った状態っていうのはもうバクチャーがいらないんですよ。呼び起こす必要がないから、もう呼び起こされない。だからバクチャーがなくなった時が地球がきれいになって世界は平和になった時だよっていうのがうちのお父さんですね。そうだ、これね面白いんですよ。ここね、この一番最初なんですけどね、これ巻く前の日なんですけど、もうこれぷくぷく湧いてるような状態なんですよ。川が本当に臭いんですよ。うちのお父さんが水は見んでいいから生き物見とけって言われたんですね。でなんで水きれいにしていってるのに生き物見ろって意味わかんないこと言ってるなとか思ったんだけど、まあ、最初のこの状態の時って本当に生き物がいなくて、巻いて1ヶ月後に行くとなんかこういるミジンコみたいな。で2ヶ月後に行くと小魚たちがいて、で3ヶ月後に行くと小魚が増えてて、なんか中型の魚とかいて、で4ヶ月後に行くとカエルとかもういろんな生き物がねどんどん増えていくんですよ。で9ヶ月後にもうすごい面白いんですけど、白鳥がいたんですよ、ここの川に。でそうで白鳥がおると思ってお父さんに言ったら、ここ絶対昔白鳥帰ってきとったはずだから近所の人に聞いてみって言われて、で近所の人に僕聞いたら、おっちゃんあそこ白鳥おるでって言ったら、うわほんまじゃっつって、ここはな昔白鳥が帰ってきおったんじゃって必須見とらんででその瞬間僕意味が分かったんですよ。お父さんが生き物見とけっていうのは、要はそこの生態系がバックトゥザネイチャーです。戻っちゃったんですよ、元々のところに。あ、これかと思って。だから水がどんどん戻って生きた水になっていくと生態系もどんどん回復していくっていう、すごい面白いのがね、ラッキーなことに僕がバクチャー始めて一番最初の浄化の仕事がこれだったんで、そこで生き物見とけってそういうことかと思って、水だけ見てたらね、そういうもっともっとそういう深いところまで分かんなかったんですよ。生き物見たりだからバラマクチャーしてくれた人たちがよくもう「おっ!」とかって本当に鳥が寄ってきたり、トンボが来たり、蝶々が乱舞したりとか、鯉が来たりとか、蛇が行ったりとかっていうのが起こるんですよね。それすごい女性がもうその感性がすごい、はぁとか全部気づかない。男はねあんまり気づかない。男水見てる
これねまあ池とか川に使う、これ土に使ったらね、これねこっち爆茶入れてる方入れてない方で入れた方はこうキュウリがね立派になったんですけど、まあラオスの赤、もう見てもらった通り赤土の栄養のない土なんですけど、まあ、爆茶入れたらそこでたくさんのミネラルを微生物さんが作り出してくれてキュウリが立派になったっていう。でここね大家さんがね僕らがこうやってやってたら「何やってんの?」って言うから「これからキュウリの栽培比較するんだよ、実験するんだよ」っつったら「もうやめなさい」っつってここね私いろんなものを植えたけどどれもならんかったからもうやっても意味ないからやめなさいって言われた。じゃあもしキュウリになったらどうするってここ大家さんに言ったら「この家やるよ」って言ったんですよ。ここオフィス10万円で借りてるところなんですけど「この家やるよ」って言ってたんですけど、もうキュウリになったらお母さん1ヶ月ぐらい来なかったでね、今もう2020年だからね、もうすぐ6年経つんですけどまだくれないですね。ヨンソさんまだくれないですでもね、お母さん言ってるの本当の話なんですよ。これ同じ数だけ種まいてるんですけど、これ3つ芽が出たんですけどもうこれ以上大きくならない。お母さん言ってるのは本当で、まあこういうねラオスでちっちゃいテストをしながら政府の人にそれをクリップを見てもらってちょっとずつ大きくしてやってたら、まあこれね1500ヘクタールのこのラオスのシェンクワにある不毛の地をねちょっとやってみてくれっていうことで1500ヘクタールでかいんですけど、とにかく、まあ、そこビフォーアフターですね。これ山がね一緒なんですけどね本当に不毛の地でもう何やってもダメっていう。これロシアと中国とドイツだったら韓国なんかようわからんですけど、そこの大きい企業が全員即撤退したっていう本当に不毛の地なんですけど、まあ、そこで全部ね牧草地帯になって行ってもらったら分かるんですけどね、もう丘の上に登らないと見えないぐらい敷地がでかいので、そこが全部緑になってこうやってバクチャを巻いただけ。バクチャ突き込んでねこれタイヤ僕よりでかいんで、まあ、こんなトラクターがね14台ぐらいでグワーっていくんですけど、でバクチャー巻いてこれで突き込んで、で1ヶ月ぐらい置いて全部ねアメリカから仕入れた牧草の種を全部前にドカーンって出て、でこれまあ見てもらったら分かるんですけど、もうこういう土なんですよ。だから野菜農業やられてるから分かると思うんですけどできないんですよ本当に。それが全部ねトウモロコシもネピアもオーツももうこういう状態です。ここ500ヘクタールっていう土地でねこれヨーロッパとこれアメリカと日本の有機ジャスの登録がここ通ってるんですよ。500ヘクタールです。だからこの世界の3つの有機の認証を500ヘクタールっていうまとまった土地で取ってるのはここだけですからね、プロじゃないおっちゃんが2018年のオーガニック英国フェス優勝しちゃったから、まあ、それを見て表彰式とかもざわついてましたけどそしたら2019年ね他の素人がね出すんですね、バクチャーを使って。そしたらこれ中島さんと丹波篠山のね黒豆を作ったんですけど優勝したんですね。でこれ、抗酸化力が一般の流通品に比べて 4.9 倍なんですよ。もう5倍もうズバ抜けて、しかも面白いです。糖度 36.6 です。その辺売ってるスイカとかイチゴとかって糖度12とか13とか、黒豆 36.6 ですね。メロンより甘い黒豆っていうわけでこの方黒豆始めて2年目なんですよ。それで優勝したんです。でこの方唐辛子なんですけど、これ一般流通品に比べて抗酸化力が7倍、もう化け物ですね。もうここまでいくとただのお薬です。食べるお薬で、これも唐辛子なのに糖度 15.6 あるんですよ。いちごとかスイカより甘いっていう、パイナップルより甘い唐辛子っていう、ちょっとわけのわかんないで、この方が2部門で優勝されたんですけど、農業を始めて半年ですね、この方で、これ2019年この方ね舞茸で優勝されたんですけど、この方ねもう農家ですらないです。太陽光発電やつ混ぜて出してみたら優勝したんですね。もうそういうことでね
こういうものをどんどん食べていくと微生物は喜ぶし、でこういうものを食べると負担もかからないし分解されるからうんこもどんどん臭くなくなっていって、要はここの中で腐らないんですよ。ですごい酵素とかが体を巡るようになるっていうのが、まあ、土を良くする、水を良くする、微生物ちゃんと上手に付き合うともうこういうことになってくる。もういいことしかないっていう、なんかね、これをね、僕ここのね、こういう物をなく喋るとただの詐欺師なんですね、これね。やばいですよ。でまあね、これなんかもそうですけど、ラオスでね、養豚場のただの絞りの池に豚のうんことしっこをただ無処理で流し込んで食べてるだけです。だからラオスなんで40度気温超えるんでブクブク湧いてるんですよ。でこれ分かるでしょ、全部青なんですよ。もうやばいんですけどね、匂いが1キロ先からね。でも巻いて4日後でね、もう匂い全部消えちゃって2ヶ月後には魚、フナが泳いでるからね。でこれ、ね、ワンちゃんが飲みに来てるんですけど、ワンちゃんが飲むっていうのは結局人間の嗅覚の何万倍もある子が飲んでるっていうのは匂いがないっていうことなんですけど、まあ、こういうね面白いことがたくさん起こるんですけど、じゃあ外に皆さん行きましょう。